皆さん、こんにちは。しょうこです。今日は、なぜ日本人は細いと言われるのかというテーマで話してみたいと思います。皆さんも一度は、日本人ってどうして細い人が多いのと思ったことがありませんか？実は私も海外に住んでいた時によく聞かれました。以前、私はイギリスに住んでいたことがあります。そこで生活していると、日本の生活ってダイエット向きだなぁと感じることが多くありました。もちろん最初に言っておきたいのですが、痩せていることが健康というわけではありません。逆に太っていることが悪いというわけでもありません。大切なのは健康的な生活を送って自分の体型に自信を持つことです。今日は日本人が普段どんなものを食べているのか、そして昔からある日本の食文化がどのように今の日本人の体型に影響しているのか、私がイギリスで生活した経験も交えながらお話ししたいと思います。皆さんの国と比べながら聞いてみてくださいね。まずイギリスに行って驚いたことがあります。それはレストランの料理の大きさです。初めて注文したとき、これ一人分なの？と思いました。イギリスで有名な食べ物といえば、フィッシュ&チップスですが、初めて食べたとき、その大きさにびっくりしました。手のひら2枚分のサイズの魚のフライなんて、日本では考えられない大きさです。美味しいし、私も好きだから食べたいのですが、一人ではなかなか注文できずにいました。あれってイギリスの人は普通に食べれちゃうのかな？すごい量ですよね。ポテトも山盛り。飲み物も結構大きいなって思いました。私はかなり食べる方なのですが、途中でお腹いっぱいになりました。スーパーのお菓子も大きな袋で売られていました。もちろん日本にも大きなお菓子はあります。でも個包装、一つずつ包みに入っている商品が多いですよね。皆さんの国はどうですか？レストランの量は多いですか？それとも日本と同じくらいですか？アジア圏の国は同じくらいな気がします。海外旅行をすると食事の量の違いって意外と面白いですよね。レストランの量の違いはそうですが、やっぱり食べる人は食べますよね。食べ放題、飲み放題のお店も日本にはたくさんあります。友達のアメリカ人には、日本には飲み放題があるから羨ましいって言われたこともあります。でも、こんなにいろいろ美味しい日本食があるのに、比較的肥満率が低い、太っている人が少ないんです。なぜだと思いますか？日本食が好きな皆さんはもしかしたらわかるかもしれないですね。私は日本人が何を食べているかが大きなポイントだと思っています。皆さんは一汁三菜という言葉を聞いたことがありますか？日本の昔ながらの食事スタイルです。一汁は汁物一つ、スープのことですね。三菜はおかず三つ、つまりご飯、味噌汁、主菜、メインのおかずですね。あと副菜が二つという形です。例えば、ご飯、味噌汁、焼き魚、ひじきの煮物、ほうれん草のおひたし。こんな感じです。旅館の朝ごはんを想像するとわかりやすいかもしれません。この食事スタイル、なんでいいのかわかりますか？それでは、なんで一汁三菜がいいのか考えてみましょう。もし、昼ご飯にハンバーガーだけ食べたらどうでしょう？お腹はいっぱいになるかもしれません。でも、栄養はどうですか？偏りやすいですよね。一方で、一汁三菜という食事の取り方だと、魚、野菜、海藻、大豆製品、発酵食品などを少しずつ食べることができます。発酵食品は納豆が有名ですね。漬物も発酵しているものがあります。つまり、この食べ方をすることで自然に
栄養バランスが良くなるんです。しかも、いろいろな種類の食材を食べるので満足感もあります。皆さんもこんな経験ありませんか？ジャンクフードを食べた後、何か足りないなと思ったこと。私はあります。韓国の食事も日本と同じで、たくさんおかずがある印象です。キムチも発酵食品ですよね。自分の国もこういう食事スタイルだよという人いますか？いたらぜひ教えてください。それに日本では野菜をいろんな調理方法で食べています。例えば、きんぴらごぼう、ひじきの煮物、かぼちゃの煮物、ほうれん草のおひたしなどです。海外だと野菜はサラダというイメージが強い国もあります。もちろんサラダも美味しいです。でも日本では煮る、蒸す、焼く、和える。和えるというのは他の食材と混ぜるということですね。などいろいろな調理法があります。だから飽きずに食べられるんです。日本食って色とりどりで見た目が綺麗なイメージありませんか？あれはいろんな色の野菜がたくさん入っているからなんですね。それともう一つ、日本食に欠かせないものといえば味噌汁。日本人にとって味噌汁はとても身近な食べ物です。海外に住んで味噌汁を食べる機会が少なくなってから気づいたんですが、味噌汁に入っている出汁って体にものすごくいいみたいなんです。出汁には旨味があります。旨味は甘み、酸味、塩味、苦味と並ぶ味覚の一つです。出汁がしっかり効いていると塩をたくさん入れなくても美味しく感じます。つまり塩分を減らしやすいんです。健康のためには塩分の摂りすぎに注意した方がいいと言われていますよね。出汁はその助けになっています。そして、出汁を使った料理は脂肪が少なくても満足感があります。例えば、ハンバーガーやフライドポテトは油が多いので満足感があります。でも、日本料理は出汁の旨味によって満足感を得ていることが多いんです。なので、脂肪やカロリーを増やさなくても美味しく食べることができます。当たり前に食べていたものなので、日本の出汁にこんな効果があったなんて驚きです。それに、出汁を使った味噌汁には、豆腐、わかめ、きのこ、大根、玉ねぎなど、いろいろな具材を入れることができます。つまり、一杯でたくさんの栄養が取れるんです。しかも、温かいので満足感があります。最近だと、ダイエット向きの食品だからと毎日欠かさず飲んでいますという日本人女性も多いです。どうですか？ダイエットしてる人取り入れたいなと思いますか？発酵食品が多いのも日本食の特徴ですね。日本の食文化を語るとき、発酵食品は外せません。皆さんは発酵食品と聞いて何を思い浮かべますか？日本には納豆、味噌、醤油、漬物などたくさんの発酵食品があります。実は私も海外に住んでから気づいたのですが、日本人って本当に発酵食品をよく食べているんですよね。朝は納豆と味噌汁、昼は醤油や味噌を使った料理、夜は漬物、気づかないうちに毎日食べています。じゃあなんで発酵食品が健康にいいと言われるんでしょう？その理由の一つが腸内環境です。最近よく日本では腸活という言葉を聞きます。腸は消化だけでなく健康全体に関係していると言われています。納豆や味噌などの発酵食品を食べることで腸内環境を整えるサポートになると考えられているんです。
もちろん一回食べたからすぐに変わるわけではありません。でも日本人は昔から少しずつ毎日食べてきました。ここがポイントかもしれません。そして同じ発酵食品でも日本の食事のが痩せやすい理由。その理由は比較的食品のカロリーが低いことです。例えば納豆です。納豆は栄養が豊富ですが、チーズやヨーグルトと比べるとカロリーは低めです。漬物や醤油や味噌などもそうですよね。そういえば、イギリスにはまずいと有名なマーマイトがありましたね。これも発酵食品。見た目はヌテラチョコレートみたい。だけど、すごくしょっぱいもので、イギリス人は朝食のトーストにこれを塗るそうです。私は結構食べるの平気でしたが、嫌いな子も多かったです。韓国だとキムチが有名ですね。皆さんの国にも発酵食品があると思います。どんなものがありますか？ぜひ教えてください。もちろん発酵食品だけで痩せるわけではありません。納豆を食べながら毎日ケーキをたくさん食べれば太ります。だけど普段の食事が基本的に脂質の低いものだからこそ日本人は太りにくいのかもしれないですね。ここで日本のおやつについても少し話したいと思います。皆さんは和菓子を食べたことがありますか？和菓子とは日本の伝統的なお菓子のことです。例えば大福、どら焼き、羊羹などがあります。昔ながらの和菓子にはバターや生クリームがあまり使われていません。もちろん砂糖は使われているので食べ過ぎれば太ります。でもショートケーキやドーナツなどの洋菓子と比べると脂質が少ないものが多いんです。なのでダイエット向きだと言われていて好んで食べる人も多くいます。最近だと筋トレを頑張っている女性にも人気です。私は昔和菓子はあまり好きではなかったのですが、だんだん好きになってきて最近ではあんこを自分で作ることもあります。あんこって外国人の中には嫌いな人もいますよね。皆さんはどうですか？和菓子って好きですか？私がイギリスに住んでいた時、知り合いのイギリス人はケーキやビスケットを紅茶と一緒に楽しんでいました。イギリスではスコーンが有名ですよね。スコーンを半分に割って中にクリームとジャムをたっぷりつけて食べるんです。そりゃ太るよね、と思いながらも、私もクリームたっぷりつけて食べていました。一方で、日本では昔から緑茶や和菓子という組み合わせが親しまれてきました。もちろん日本でも洋菓子は人気です。ケーキもクッキーも食べますし、市販のお菓子もたくさんあります。ポッキーとかエンジェルパイとか人気です。でも最近はダイエットしてる人の中で和菓子が人気になっています。抹茶も今世界中で人気ですよね。健康にいいって。昔ながらの日本の食べ物は健康にいいんですね。ここで日本の学校の給食についても話したいと思います。この学校給食ってものすごく栄養バランスがいいんですよね。栄養士さんが献立を考えています。つまり、子供の頃から自然にバランスのいい食事を経験するんです。私も給食で初めて食べた食材がたくさんありました。ここでも主菜、副菜、汁物で出てくるんです。唐揚げとかカレーうどんとかが出る日もありました。この給食が本当に美味しくて、この話をすると海外の人は羨ましがるんです。特にアメリカ人の知り合いは、給食はそんなにバランス良くはなかったよと。実際はどうなんでしょうね。皆さんの国には給食がありますか？どんなメニューでしたか？
ここまでは食べ物の内容についてお話ししたんですが、日本には食事に対してこんな考え方もあります。それは腹八分目というものです。お腹いっぱいになるまで食べるのではなく、少し余裕を残して食事を終える考え方です。昔から日本には食べ過ぎない方が健康にいいという考え方がありました。あとはゆっくりよく噛んで食べること。食事の前にはいただきますと言い、味わって食べること。ちなみにゆっくり食べることで満腹感を感じやすいそうです。最後に日本人の体型に関しての考えについてです。日本では昔から痩せている方が綺麗という考え方があります。そのため体重を気にする人も少なくありません。ダイエット経験がある人も多分多いと思います。面白い研究があって、日本人女性ってか弱く見せて男性に守ってもらいたいって本能的に思ってしまうみたいなんです。小さいほどか弱く見えますもんね。そんな感じで小さい、細いが魅力的に見えるんですね。これはあくまでも平均の話で、全員がそういう考えだとは限らないですけどね。最近はその考えも少しずつ変わってきていて、ただ痩せることよりも健康でいること、筋肉をつけること、しっかり食べること、そういう考え方も広がっています。かなり海外の女性に影響を受けていると思います。私もその方がいいと思います。健康じゃなければ旅行もできないし、仕事も楽しみませんからね。今日はなぜ日本人は細いのかについてお話ししました。理由は一つではありません。一汁三菜という昔ながらの食文化、味噌汁や納豆などの発酵食品、野菜を多く食べること、学校での食育、腹八分目の考え方、こうしたものが長い時間をかけて積み重なっているんだと思います。もちろん最近は日本でも食生活が変わっています。ハンバーガーなどのファストフードもありますし、甘いものもたくさんあります。私も大好きです。でも海外で暮らしたからこそ、日本の食文化には昔の人たちの知恵がたくさん詰まっているんだなぁと感じました。皆さんの国には健康のために昔から続いている食文化がありますか？ぜひ教えてください。それでは今回のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。